今回は箱根湯本の温泉宿定西園に宿泊しました。旬の食材を使った有朝食のビュッフェ、そしてお部屋の様子や庭園の散策まで、次の箱根旅行の参考にしていただければ嬉しいです。到着したらまずは館内へ。館内では靴を脱いで過ごします。入ってすぐに靴を下足箱に預けるスタイルです。靴を預けたらフロントでチェックインの手続きです。チェックインは専用の用紙に記入してから手続きをするスタイル。通常は15時チェックイン、10時チェックアウトですが、当日12時からプリチェックインが可能です。先に手続きを済ませておけば、あとは部屋に入れる時間まで館内でゆっくり過ごせます。この日は混雑を避けるために少し早めにプリチェックインを利用しました。それでは今回宿泊する客室へ向かいます。泊まったのは洋室 B タイプ。広さは22平米で2名まで利用できます。ベッドはシングルより少し大きい幅105センチのサイズが2台。ベッドの横にはテレビがあります。見られるのは通常のテレビ放送のみでした。テレビ台には館内案内が置かれていました。売店やケーキをテイクアウトできるカフェなどが紹介されていました。テレビの下には貴重品ボックスと冷蔵庫があります。冷蔵庫の中身は空なので、売店で買った飲み物などを入れて使えます。テーブルにはお茶セットも用意されていて、到着後に一息つけます。クローゼットには羽織と館内で使えるショルダーバッグ、旅ソックスが用意されています。下にはスーツケースを置けるラックもあり、荷物を整理するのに便利です。浴衣は部屋にはなく、チェックインカウンターの横に置かれていました。好きなサイズを自分で取るスタイルです。また4階と5階にはサムエも用意されています。動きやすいのでこちらを選ぶ方も多いようです。館内にドレスコードはなく、館内着のまま過ごせるのでゆったりと滞在できます。続いて洗面所です。コンパクトですが清潔感があり、必要なものが揃っています。化粧水や乳液といった基礎化粧品が用意されているのも嬉しいポイントです。トイレはシンプルですが清潔感がありました。今回泊まった洋室 B タイプにはシャワーや浴室はついていません。そのため宿泊中は大浴場や貸し切り風呂を利用します。窓からは天西園の名所玉垂の滝を望むことができました。自然を感じながら部屋でゆったりと過ごせます。天西園には今回泊まった洋室 B タイプの他にも様々な客室があります。露天風呂付きの客室や隣同士で行き来できるコネクトルーム、利用シーンに合わせて選べるのもこの宿の魅力です。客室を一通り見た後はやっぱり気になるのが温泉です。泉質はアルカリ性単純温泉、肌に優しい美肌の湯として知られています。天西園といえば屋上にある全長17メートルの天空大露天風呂、四季の箱根の山々を眺めながら開放感たっぷりに湯あみを楽しめます。この他にも源泉かけ流しの丸風呂やドライとミストの2種類のサウナも備えています。夕食はライブキッチン付きのビュッフェスタイル。会場は2階にある焚き火亭です。時間指定制ですが、ちょうどの時間に行くと会場の前で並ぶこともあります。スムーズに入りたい場合は少し早めに行くのがおすすめ。この時は20分前に行ったのですぐに席に着くことができました。まずはライブキッチン。国産牛のリブロースを焼きたてでいただけます。自分で好みのソースをかけて食べるスタイルで柔らかくジューシー。赤身と脂身のバランスがちょうど良いお肉でした。続いてはお寿司。職人さんが目の前で握ってくれるので握りたてをすぐにいただけます。ネタをマグロやマダイ、サーモンなど出来たてを味わえるのはやはり特別ですね。その横にはお刺身も並んでいました。こちらにも新鮮なネタが揃っていて海鮮好きにはたまらない空間です。
ネタの鮮度がしっかり感じられて、ついつい箸が進みました。こちらは天ぷら。揚げたてが並べられていて、温かいうちにいただけます。ゆかり塩や天つゆも用意されていて、お好みの食べ方で楽しめるのも魅力。さらに天丼にするのもおすすめという張り紙もあって、自由な食べ方ができるのが面白かったです。冷製コーナーには種類豊富なサラダが並んでいました。生ハムやグリーンサラダ、春雨サラダなどに加えて、チーズやバンバンジーも。軽めの料理を少しずつ選べるのが嬉しいポイントです。温泉料理コーナーにはラザニアやクロスの酢豚、小籠包やエビフライなどが並んでいました。幅広い料理が揃っていて、大人から子供まで楽しめる内容でした。さらに好みの具材を乗せられる冷やしラーメンやポテト、唐揚げといったメニューも。バリエーションも豊富で、ついつい取りすぎてしまいそうです。ライブキッチンの近くには小田原かご製のチーズかまぼこや天成園オリジナルのカレーとナン、そしてピザまで。本当に種類が豊富で、デザートまでたどり着けるか心配になるほどです。デザートコーナーもとても充実。ケーキやバームクーヘンといった定番スイーツに加えて、自分で巻けるソフトクリームやチョコフォンデも楽しめます。最後まで遊び心のあるラインナップで、つい取れすぎてしまいました。アルコールメニューも用意されていて、地酒やビールなども楽しめます。飲み放題プランもあり、お酒好きの方には嬉しいサービスです。バリエーションも味も充実していて、最後まで大満足の夕食でした。一晩ゆっくり休んで、翌朝は朝食へ。朝食も夕食と同じ焚き火亭でいただきます。時間の指定はなく、朝7時から9時の間に自由に行けるスタイル。ただこの日も7時には行列ができていたので、早めに行くのがおすすめです。席は自由に選べるので、今回は景色の見える窓際の席にしました。朝食の目玉は自分で作れる海鮮丼。ネギトロやエビ、サーモンなどのネタを好きなだけ盛り付けられます。さらにイクラもかけ放題。オリジナルの海鮮丼を作れるのは贅沢な体験でした。イクラはプチプチとした食感でとても美味しかったです。内部キッチンではパンケーキが焼かれていました。足柄生まれのご当地牛乳、金太郎牛乳を使ったパンケーキとゴルゴンゾーラを使った大人のパンケーキの2種類。大人のパンケーキは個人的にはとても好みでしたが、ゴルゴンゾーラチーズが苦手な方は避けた方がいいかもしれません。パンケーキの近くにはフレンチトーストも並んでいました。洋食のおかずも揃っていて、ジャーマンポテトやソーセージ、シューマイなど、朝からしっかり食べられるラインナップです。和食派の方にはおかゆ、佃煮や焼き魚といった定番も用意されています。佃煮の中には売店で販売されているものもあり、気に入ったらお土産に買って帰れるのも嬉しいポイントです。和食のラインナップも充実していて、朝からしっかり楽しめます。さらに珍しいゆず卵もありました。ゆずの香りがする卵で卵かけご飯にしていただくのがおすすめ。爽やかな風味で朝にぴったりな味わいでした。他にもパンやサラダ、シリアルなどの軽めのメニューも揃っています。好みに合わせて和食でも洋食でも楽しめるのが魅力です。
デザートにはチョコブラウニーやベイクドチーズケーキ、わらび餅なども並んでいました。朝から少し甘いものをいただけるのは嬉しいですね。種類の豊富で普段の朝ごはんと一味違う旅行ならではの朝食を楽しめました。朝食会場から見えていた庭園に行ってみました。敷地内には神社や滝もあり、散策スポットとしても人気です。庭園を進んでいくと玉垂神社が見えてきます。縁結びや無病息災のご利益があるそうです。参拝するには105段の階段を登らなければならず、今回はちょっと断念しました。階段を登らなくても絵馬を奉納したりおみくじを結んだりできるようになっていました。御朱印もこちらでいただけるようです。すぐそばには玉垂の滝や飛燕の滝も流れていて、マイナスイオンたっぷりのタワースポットです。この日は滝の迫力と緑の景観で歩いているだけでも心地よい時間でした。庭園は宿泊者以外でも自由に散策でき、四季ごとに違った景色が楽しめます。さらに庭園の一角には滝の茶屋もあります。足湯に浸かりながらくつろいだり軽食をいただくこともできるそうです。今回は立ち寄れませんでしたが、散策と合わせて楽しむのも良さそうですね。今回の宿泊はじゃらんのプランで有朝食付き1泊2名35,200円でした。チェックインは15時からでチェックアウトは10時までです。今回宿泊した時は駐車場は有料だったのですが、公式サイトを確認したところ現在は宿泊者は無料で利用できるようになっていました。原生林へのアクセスです。車の場合は東京方面から東名高速を経由して山崎インターチェンジからおよそ10分、電車の場合は新宿から小田急ロマンスカーを使って箱根湯本駅まで約90分、駅からは徒歩12分ほどで到着します。今回は箱根湯本の温泉宿天聖園をご紹介しました。有朝食のビュッフェや庭園散策までとても満喫できる滞在でした。概要欄には箱根湯本の関連動画も載せていますので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。動画が参考になった方はいいねやチャンネル登録もお忘れなく。ゆずろが行ってよかったと思えるきっかけになれば嬉しいです。